世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はですね、入力に関してですね、操作方法の改善っていうところを目標にしてね、開発やっていこうと思います。突然なんですけど、皆さんスマブラっていうゲームご存知ですか？もちろん知ってますよね。大乱闘スマッシュブラザーズ。先日ね、スマブラ SP のキャラバランスの最終調整アップデートが来ててね、なんか最近だと配信者界隈でもちょっと盛り上がってるみたいなんですけど、僕もね、スマブラっていうゲーム大好きで、スマブラの入力操作方法の中で、これぞスマブラだろみたいな代名詞となるね、操作方法があるんですけど、皆さんこれ何か分かりますか？そうですよね。スマッシュ入力ですよね。弾き、左スティックの弾きプラス A ボタンの同乗詞で、方向をね、指定して強い攻撃、スマッシュ攻撃を出せるってやつ。上スマとか下スマとか横スマとかね。スマッシュ入力っていうのが結構ね、実は独特な入力で、考えてみると僕のゲームにもそのスマッシュ入力っていうのを使ってなかったなって思ったんですよね。今回操作方法の改善っていうことで、そのスマッシュ入力についてよくよくね考えてたんですけど、入力ね、意外と理にかなってるんですよね。一つ厄介なところが、ちょっと入力の誤爆があるっていうところですね。スマブラとかでも、例えば上強攻撃ね、スネークとかで上強でバーストしたりって時に、上スマが出ちゃったりとかっていうね、暴発問題がどうしてもついてくると思うんですけど、スマブラの場合はね、それに関しては C スティック攻撃に、例えば強攻撃を割り当てるとかすることで、上強をこすりたいときは C ステを上連打するみたいな感じで、別の操作を用意することによって暴発問題乗り越えてましたよね。そんな感じで一手間加えることによって、暴発っていう弱点もなくなってくるんですよね。さらに既存の入力を組み合わせることで別のアクションをさせる。つまり左スティックってもともと移動に使ってるじゃないですか。で A ボタンはもともと通常攻撃に使っているボタン、どちらもすでに使っている入力なんだけど、その2つをね組み合わせることによって別のアクションをさせることができる。これってね、ボタンの削減につながるんですよね。でその空いたボタンに別のボタンアクションを割り当てることもできるということで、その一手間加えるだけでめちゃくちゃいいことずくめになってくる入力だなっていう風に思ったんですよね。なので僕のゲームでももしねマッチするんであれば、ぜひ取り入れた方がいい入力方法だなという風に思いましたんで、今日はちょっとねこのスマッシュ入力の導入っていうところをチャレンジしていってみたいと思います。ということで、それでは行ってみましょう。ではまず最初にどのアクションをスマッシュ入力に対応させるのかっていうところなんですけど、これに関してはアーツにしようかなと思ってます。アーツがわからないっていう人はダークソウル3のね戦技を思い浮かべてもらうと分かりやすいかなと思います。通常攻撃に対する特殊攻撃みたいな立ち位置ですね。このゲームには現状4つのアーツがあります。それぞれ一通り見ていってみましょう。敵のスーパーアーマーを崩すことができるキック、敵のガードを崩すことができるタックル、敵を吹っ飛ばしてダウンを取ることができるフォース、魔法エネルギーメイを使いすぎることによって発生するオーバーヒートを緩和するアクション、ちぎり、以上4つがありますね。これらをスマッシュ攻撃、スマッシュ入力に対応させたいんですけど、じゃあ今はねどうやってこの4つ打ち分けてるんだっていう話ですよね。今の操作方法をちょっとおさらいしておきましょう。まずはタックルから。 L1 ボタンと R1 ボタンの同乗詞。 L1 がガードアクションが割り当ててるので、どうしてもねこれタックルする前にちょっとガードがねちらっと見えちゃったりしますね。続いてキック。これは先ほどの操作にプラスで R スティックですね、右スティック、攻撃方向を司っているスティックなんですけど、これを上に倒しておくとキックになります。ここでね少し問題が出てくるんですよね。このゲームではガード方向っていうのも自由に自分で決めれるようになってるので、キックを出そうとするとねどうしても一瞬上方向のガードがちらっと見えちゃって、これがなんというかねものすごくダサいんですよね。一旦ビクンとなってからキックが出るっていう感じなんで、これがねちょっと旧バージョンの入力方法で一番ちょっとダメだな、美しくないなって個人的には思ってたところなんですね。ちなみに他2つのアーツも一応見ておきましょうか。フォース、これに関しては L1 プラス R2 ですね。そしてちぎりが L1 プラス R1 プラス右スティックを下方向に倒す。これらちょっと聞いてるだけでもわかると思うんですが、結構複雑なんですよね。なのでこれらを全てもうガードボタンとの同乗詞っていうのを撤廃しまして、方向入力の弾きプラス攻撃ボタンで出せるようにしていきたいと思います。つまりキックを例に出すと、方向入力の上弾きプラス R1 ボタンで出せるようにするっていう感じですね。ただこのやり方だと冒頭で
問題視していた誤爆の問題がね残っちゃうんですよね。スネークの上強問題ですね。基本的に右スティックの方向入力っていうのは先ほども言ったようにガード方向とかあと攻撃方向もね司ってますので、通常の上方向攻撃がキックに化けるっていう可能性がどうしても出ちゃうんですよね。これが非常に良くなくて、通常攻撃がアーツに化けちゃうっていうのはだいぶ操作感に難ありですよね。それによって勝負が覆っちゃうこともありそうなんで、そこで一つねひらめいたのが左スティックを使おうっていうことなんですよね。スマブラにおける C スティックみたいな感じですよね。例に漏れずこのゲームも左スティックはね移動、ダッシュとか歩きとかに使うんですけど、これって別に誤爆しても問題ないんですよね。ほとんどリスクがないというか。なので弾き入力は左スティックで行う。それプラス R1 もしくは R2 することで8種類のねアーツを打ち分けることができる。これが一番誤爆を起こしにくくて入力もシンプルな操作方法じゃないかなと思います。というわけで前述した通り左スティックの方向入力弾き4方向プラス R1 ボタンもしくは R2 ボタンの計8種類でアーツを打ち分けるシステムを実装してきました。現状のアーツは4種類しかないのでちょっと使いやすいところにね各々配置してあります。最後に新しい操作方法でのアーツ入力4種類とも紹介して終わりにしましょう。まずキックですね。 R1 プラス左スティック上弾き、続いてタックル R2 プラス上弾き、フォース R2 プラス下弾き、そして最後がちぎり R1 プラス下弾き。この実装を行ってからねしばらくテストプレイ結構長時間やってるんですけど、もう今まで以上にね操作がしっくりくるというか、あくまで個人的な感覚なんですけどかなりいい操作方法にできたんじゃないかなと思います。もしねこれを体験版とかで公開した時にあまりにもこのスマッシュ入力不評だった場合は過去の旧バージョンのね入力とかを復活させて両方の操作方法から選べるようにするとかで対応していけたらいいなと思っております。で最後に一つおまけなんですけど、以前の動画でねたくさんコメントいただいてたちぎりの途中でね呼吸というかね息遣いで上半身とかちょっと多少揺れてた方が臨場感出るんじゃないかっていうコメントをたくさんいただいてたんで、そちらの方をね対応しておきました。こんな感じですね。前回まではね微動だにしない感じのちぎりだったんでだいぶ人間らしくなったかなと思います。あとはね表情を動かしてほしいっていうねフェイシャルモーションつけてほしいっていう要望もあったんですけど、ちょっとそっちの方はねかなり大変な実装になっちゃうので、いずれはやりたい要素としてねちょっとメモしておきたいと思います。というわけで今回は入力方法ですね、操作方法にスマッシュ入力を導入しましたという報告でした。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様です。